さんおはようございます。今日の動画はホルモノアクネの改善に使っている最近のスキンケアを紹介しようと思います。私の大人ニキビが始まったのって今年の3月ぐらい、5ヶ月ぐらいが今経ってるんだけど、荒れているのが久々すぎてフリークアウトしてるのね。だから写真とかもすごい撮ってたんだけど、最近になってやっとクリアになってきた。顔洗ってる時もテクスチャーブツブツしてるのを感じなくなってきて、やっとちょっとみんなの前でスキンケアについて話せるメンタリティになってきたので、今日は最近の朝と夜のスキンケア、あとはインナーケアでできること、こういうご飯は避けてるよとか、あとはこういうお茶がいいよとか、そういうのを紹介しようかなと思っております。まず洗顔から。肌が荒れてる時って治れ治れ治れみたいな感じでめっちゃ荒く洗っちゃうてる時があったんですね。私自分で気づいたんです。めっちゃ雑に顔洗ってて、もしかしたらそういうメンタリティも良くないのかもと思って、最近は大丈夫だよ、肌いい感じだよ、治ってきてるよ、綺麗になれって優しく洗ってあげてます。洗顔が終わって次はフェイスマスクをしようと思います。このパック高校生の頃とかに使ってて、最近ラッシュとお仕事することが多くて、この前ラッシュスパに行った時にこのパックをギフトでいただいて、久々に使ったらもうめっちゃいいじゃんみたいな。ミントが入っていて、ミントティーを飲むのもニキビにもいいし、つけるのもやっぱりいいということで、しかもこれ塗った後にスースーするのね。これは結構鎮静作用もあるなって思うし、エクスフォリエイトもできるのね。こういうブツブツとかが後で流す時にデッドスキンが取れるので使ってます。で、こういうエクスフォリエイト系のパックは週に2回、多くて3回しかしないです。ピーリングエクスフォリエイトをやりすぎちゃうと、それでまた肌が傷ついてニキビが出やすくなっちゃうので、私はそれをしたことがあるので、本当にちょっとだけにしてます。あとは肌の調子がいい時とかだけにしてます。ここら辺にニキビができてしまうので、10分待っていきましょう。怖い。15分以上経って今こんな感じで、流す時がちょっと、こういうのはお風呂入る前にやるのが一番です。洗面器をさ、できるだけ汚さずにスキンケアするかって結構鍵じゃないですか。で、このスクラブも優しくマッサージしながら洗い流しました。まずラネージュのスプレーです。次がダムダム東京のビタミン C。 ダムダムさんとニューヨークからも一緒にお仕事することがあって、このビタミン C とハイルロニックセラムは使い始めてから、ビタミン C ってニキビ跡とかにもいいし、特に朝に使うのもいいって言われてて、ビタミン C と日焼け止めのコンボがやっぱり肌にはいいって言われるので、これはちゃんと毎朝使ってます。で、私結構ヘルスウェルネスギークだから、いろんなポッドキャストとかを聞くんだけど、私が好きなポッドキャストが Pursuit of Wellness。 そのホストのマリーっていう女の子も肌のトラブルにすごい悩んでる子で、プロフェッショナルとか有名な先生とか専門家の人とかとお話をするポッドキャストがよくあるんだけど、その人たちが言ってたのは、まず顔を洗うのは暑いので洗わない。その暑さで肌が乾燥しちゃったりするから、特に乾燥肌とかセンシティブスキンで悩んでる人は、ぬるま湯か冷ための水で顔を洗うことと、あとビタミン C を塗った後は5分か10分か20分は待った方がいいんだって。ビタミン C って酸化がしやすいらしくて、
ビタミン C をつけた後にそのまますぐに違うセラムとかクリームをつけちゃうとビタミン C が酸化しちゃってあんまり意味がなくなっちゃうんだって。だからビタミン C をつけた後は5分は置くようにしてる。そのエキスパートの人もおすすめしてるし、自分もそうしてからなんかいい感じな気がする。次に使うのがクラバビューティーのオイルララっていうセラムなんだけど、このクラバビューティーのプロダクトを最近このブランドからプレゼントでいただいて使い始めてからだんだん肌が良くなってる気がする。ブラックヘッド、ホワイトヘッドとかに効くイングリディエンツが入っていて、クラバビューティーは結構好き。アイクリーム、これはバーストっていうブランドのやつでレチノールが入っているアイクリームなんだけど、これを使い始めてから本当に目の下のクマが本当に薄くなってきてるっていうのもわかるし、私はこれをこのほうれい線のここら辺にもつけてほうれい線まで消しちゃうよっていうことをしています。やっぱりそういうのはね、若いうちからやっていくのがいいと思うので。で、最後がクリーム。これはフューチャーワイズっていうブランド。これも確か韓国コスメなんだけど、やっぱ韓国コスメってニキビが出づらいっていうのをやっぱりベースにしているっていうのを感じる。これもすごくいいです。妹がこのプロダクトを最初使って、そしたら妹がここのクリームいいよって教えてくれて使ってみたら、あ、いいかもっていう。で、一番最後が日焼け止めです。まあ外に出るかどうかはわからないんだけど、やっぱりつけてた方がいいよねっていう。しかもこのサンスクリーンは日焼け以外にもポリューションとかそういうのも避けてくれる。黒人の子とかもともと肌が黒めの子とかって日焼け止めって塗った方がいいんですかって塗ってください。ブラックの人でも日焼け止めを塗ってない人で大人になってシミとかたくさんある人もいますし、シワができやすくなったりとかスキンキャンサーにもなるし、やっぱり肌を大人になっても綺麗にしたかったら日焼け止めは大事です。焼ける焼けないっていうこと以外にもこれからの肌に対してアンチエイジングだと思って。で、このクラバビューティーの日焼け止めは透明なのでブラックの子でもどんなスキンの人でも完璧に使えます。スキンケアは今終わったので違う部屋に移動して他のスキンケアに対してのこと、大人ニキビに対してのことをちょっと話そうと思います。はい、そしたらスキンケアが終わったので、私が大人ニキビができ始めてからその当時に使っていたプロダクト、そしてやめたプロダクトを紹介しようと思います。まずこの一つ、ココカインドのクロロフィルのセラム。クロロフィルって本当ガッツヘルスとかにもいいって言われてるぐらい緑葉体のものなんだけど、私は使い始めた時に最初はいいかなって思ってて、でも特に変化がなかったり、むしろいつもニキビができるっていう感じで、いいのかな悪いのかなっていうのがあんまり分かんない状況で、その時に行ったフェイシャルのエステティシャンの人に今クロロフィルのセラム使ってたりとか、あとは飲んだりもするんですけどって言ったら、クロロフィルでいい影響が出る人と出ない人がいるから、もしかしたらやめてみたら何か効果が分かるかもしれないって言われて、やめてみたら結構ニキビが引いたんですねだからやめました。あとはこの2つロクシタンのクリームとセラムを使ってたんだけど、この2つもすごく人気のプロダクトでレビューがたくさんあったりとかするんだけど、保湿力が結構足りないっていうのもあったりとか、あとは本当にクローズコモドンが多かった、これを使ってる時だから、このせいなのかはわからないけど、やっぱりニキビ専用のために作られてるものではないっていうのもあって、もしかしたら違うプロダクトの方がいいのかもと思って、この3つは使うのをやめました。次が使ってみていいんだけど毎日は使えないなっていうプロダクト、この4つです。まずこのセラビーのアクネコントロールクレンザー 2% サルシリックアシッドっ
っていうやつなんだけど、サウスレイクアシッドってすごくクローズコモドにいいよって言われていて、いろんな有名な専門家の人、皮膚科の先生とかがサウスレイクアシッドがいいよっていうのを見て、あとは他のインフルエンサーの子とかもこれを使ってクローズコモドがなくなったっていうのを見て、って思って使い始めてみたのね。そしたら本当にクローズドコモドはだんだんとなくなってくるし、今本当にない状態だから効いたのかなって思うんだけど、これを使ってた最初の 2,3 週間は良かったんだけど、その後またあんまり変わらなくなってきたりとか、むしろニキビができ始めたりとかして、そのこともエステティシャンの人に話したら、サルサリックアシッドのクレンザーいいけど毎日は使ったらちょっと刺激が強いかもしれないって言われて、朝だけとか夜だけとか、あとはちょっとコモドが気になるなっていう時に使うだけでいいと思うって言われて、なのでクローズドコモドに出てきたなとかっていう時だけ使うようにしています。次が Pollard's Choice のエクスフォリエイトトーナーなんだけど、これすごく有名じゃん。まずちっちゃいトラベル用サイズで試してみたのね。そしたら本当によくて、週に 1,2 回だけ使ってていいじゃんと思ったから、ちっちゃいの使い終わった後に大きいのを買ったんだけど、強い強いからいい時はいいんだけど、場合を見てちょこちょこ使わないと、やっぱりさっきのこれと同じで肌が慣れてきちゃったりとかして、逆にダメージを与えられちゃってる時もあるので、これは本当に自分の肌の調子がいい時とか、あんまりアクティブなニキビがない時とかにだったら使えるかなっていう感じで、次がこの2つともレチノイルなんだけど、レチノイルもやっぱりニキビにいいよって言ってる人すごく見るし、最初はパージがあるけど、そのパージを乗り越えれば良くなるよっていうのを聞いたから使ってみたんだけど、パージがまず耐えられないっていうのと、あんまり良くなってるかが本当にわからない、もしかしたら今のこの肌が治ってきてる状況で使ったらまた変わるのかもしれないけど、アクティブニキビが常にある状況の時にこれを使ってもあんまり変わった気はしないし、むしろそれでブレイクアウトした時のメンタルヘルスが良くないので、あまりレチノールはおすすめしない。それか本当にすっごい弱いレチノールとかを使ったりとか、あとは皮膚科に行って皮膚科の先生が自分の肌の状況を見て、このやつから始めましょうって言ってくれるやつとかを試すのがいいかなと思います。やっぱりインフルエンサーの人とか肌が綺麗な人を見て、これいいよっていうのを買って使ってみても、やっぱり人それぞれ肌違うのでっていう感じです。で、次が私の好きなフェイスパックエクスフォリエイトたちを紹介します。まず一つがさっきも朝に使ったラッシュのマスクオブマグネミティっていうパワーマスクです。中にスクラブっぽいのが入ってて、ミントベースっていう感じでつけた後にすごいスースーするんだけど、これはすごい鎮静作用があるなっていう感じもすごくするし、何か赤ニキビとか鎮静させたい時とかにもいいかなって思うんだけど、でもスクラブが入ってるので、もし痛いニキビとかがある時は使わない方がいいと思うけど、ラッシュってベジタリアンだったりヴィーガンだったり、使ってるイングリディエンツ成分も綺麗なものだったりとか自然由来のものが多いので、信頼も私高くて使っています。これすごく好きで、もう一つが The Outset っていうブランドのブルークレイマスクなんだけど、やっぱりクレイマスクってピュリファイ、デトックスができるパワーを持っていて、エクスフォリエイトではできない毛穴の中の汚れを吸い取って出してくれるっていう感じがする。このクレイマスクの方が頻繁にまだ使える。これだったら週3回とか4回でも使えるかな、むしろ毎日使えるんじゃないかなっていうぐらいのマスクで、これはすごく好き。最後がクラバビューティーのカレルーラ AHA っていうエクスフォリエイトのトーナーなんだけど、エクスフォリエイトのトーナーっていうとさっきのこのポーラーズチョイスと似たようなものなんだけど、それよりも優しい、すごくジェントルなもので、このクラバビューティー自体がニキビ
肌の子とかセンシティブスキンの子たちのために作っているプロダクトがすごく多いので、やっぱりジェントルにできるし、使った後もヒリヒリしないし、むしろ使った後次の日とか、あ、肌いい感じかもって思えるプロダクトです。私はまだ2回ぐらいしか使ってないんだけど、そう最近使い始めて、でもすごいいいなと思って、もしかしたら今日の夜か明日使うかもっていう感じです。エステティシャンの人が言うには、こういうスクラブ系のフィジカルエクスフォリエイトと酸性のエクスフォリエイトのトーナーとかを週の中でミックスして使うのがいいよって言われていて、もちろんエクスフォリエイトをしまくると肌のバリアが弱くなってもっとニキビが出やすくなっちゃうから、そのタイミングとかちゃんと自分の肌を見て感じて、あ、今デトックス必要だなとか、今ちょっとザラザラしてるからエクスフォリエイトだなって、そういうのを自分で考えながらっていう感じなんだけど、この3つはすごくおすすめです。次は私の好きなフェイシャルを紹介しようと思います。まず1つ目がラッシュスパ。ラッシュスパは本当に not only just the facial but the environment、 本当にリラックス空間なのね。その施術されるそのルームの中の音楽すっごい素晴らしくて、自然の音だったりとか鳥のさえずりとか空間が素晴らしすぎて、後であの音楽ってどこで聴けるんですかって言ったら、ラッシュ自体がレコードカンパニーを持っていて CEO とかが森の中で自分で撮った自然の音とか鳥の声とかを使っているすっごい素敵な音源を使っていて、 Spotify にもあるから多分ここに貼っとくんだけど、その曲を流しながらもういい匂いのラッシュのプロダクトを嗅ぎながら本当に気持ちいいマッサージもしてもらったりとか、本当にリラックス空間。やっぱりさ、ニキビができてる時って直したいっていうのもあるし、自分のことを好きになれる感覚というか、そういう時間が必要だと思うのね。だからラッシュスパすっごくおすすめ。ニキビ専用っていうサービスとかはないんだけど、でも始まる前にエステティシャンの人とカウンセリングして、それをベースにプロダクトを選んでくれたりとか、これどうとか聞いてくれるから、すごくコンフォタボーにできる施術だなと思って、私はすごくおすすめで、日本にいる方もぜひ行ってみてください。でもう一つが Silver Miller Facial っていうところなんだけど、そこもすっごく良くて、そこはニキビ専用のサービスとか結構いろんなサービスがあるところなんだけど、特にこの前私がいた時に担当してくれたエステティシャンの人が本当に素敵な人で、絶対治るから大丈夫だよとか、一緒に治していこうねって言ってくれたりとか、やっぱり肌に悩んでる時とかって言われるだけで、あってありがとうございますって思うじゃないですか。ここではニキビのエクストラクション、ニキビをキュッと出してくれる施術とか、そのボコボコしたテクスチャーとかを綺麗にしてくれる施術とか、あとはマスクパックもしてくれたりとか、あとはレッドライトセラピーとかもしてくれるから、本当に本格的ですごくいい施術で、終わった後も肌つるんつるんで、あ、もう最高って思ったんだけど、そこは本当におすすめで、今月末もまた行きたいなって思うぐらいすごい素敵なとこだったのでおすすめです。インナーケアの話をちょっと軽くしようかなと思います。健康的な肌のため、体のために取ろうとしている食べ物と、あとは取らないようにしている食べ物です。取るものがホールフーズ。ホールフーズっていうのはプロセスフード、加工食品の反対だから、自然な食材、野菜とかフルーツとかお肉とか魚とか卵とか加工されていない食べ物をたくさん取るようにしています。やっぱりプロセスフードって本当に良くないし、化学物質とかお砂糖とか特に本当に肌に良くないものがたくさん入っているので、できるだけ自炊だったりとか、できるだけ自然由来のものを食べることが一番やっぱりいいかなと思います。そして発酵食品、納豆とかキムチとか味噌とか、やっぱり日本はそれがすごく特化されているし、安く買えるので本当にいいなと思うんだけど、私はニューヨークでも納豆を食べたり、味噌汁作ったり、あとはキムチ作ったり食べたりして
います。で、発酵食品のいいところってそのお腹の中のいい菌を増やしてくれて悪い菌を減らしてくれるっていうので、やっぱり肌の何かプロブレムとか体のスキンプロブレムとかで大体がガッツヘルスって言われていて、腸内環境の何かバランスが良くないから外に何か SOS としてシグナルが出てるっていうのを私はいつも考えているので、やっぱりお腹の中、体の中をきれいにすればするほど外からもそれが出てくるっていうことなので、ご飯は本当にすごく重要です。食べないようにしているものが小麦、お砂糖、加工食品、乳製品ですね、特に。だからそれを合わせると結構ペーストリーとかお菓子とかケーキとかドーナツとか焼き菓子とかそういう系は本当食べてもね全然肌荒れないって人もたくさんいるの。私の彼氏とかは何食べてもどんな甘いものをたくさん1週間食べても肌荒れしない人なので、私はそういうお砂糖がたくさん入ったりとか何か乳製品が入ってたりする食べ物とかを食べると本当にすぐ荒れちゃったりすぐニキビが見えたりするので、私はそれをシグナルとしてあんまり乳製品食べないようにしようとか、そう特に牛乳とかチーズとかバターとかお砂糖は家に置かないようにしてて、メープルシロップとか蜂蜜とかならあるんだけど、私もともと話したことないんだけど高校生の頃に砂糖中毒っていう偏食で本当に砂糖だけを食べるみたいな時期があって本当に怖かったので砂糖は家に置かないようにしています。あとは私が好きなハーバルティーについてちょっとお話ししようと思います。きっと私の動画をここまで見てくれてる人は私がどれだけハーバルティーが好きか知ってると思うんですけど、ハーブの力って本当に素晴らしくて I can't stop talking about it って感じなんだけど、特に肌に効いたりとか腸内環境にいい3つのハーブがあるんだけど、1つはローズマリー。ローズマリーは肌にもいいし、あとはスカルプ、頭皮にもいいし、腸内環境とかその全体のビューティーにすごくいいハーブなので、ローズマリーはそのお肉とかのさご飯とかの味付けにも使えるし、あとはお茶とかにも使えるし、そしてペッパーミント。ペッパーミントはさっきのラッシュのこのマスクにも入ってるぐらい鎮静作用があるパワーを持っているので、肌につけるのもいいし飲むのもいいしっていうので、ほんと鎮静作用、ほんと鎮静。あともう一つがオレガノ。オレガノも鎮静作用がすごく強くて、ペッパーミントと一緒に飲んだらむしろ強すぎるのかなって感じなんだけど、でオレガノオイルっていうのもあるんだけど、オレガノオイルはもう飲んだらちょっと喉が焼けるぐらいでも体の中の不調が全部本当になくなるぐらいオレガノってすごく強いパワーを持っているのでおすすめです。あとはローズヒップとかもビタミン C がすごく入ってるから美白効果もすごくあると思うのでおすすめです。で最後がニキビをできづらくするため、またニキビができてる時に特にする方がいい行動というかポイントを紹介したいんだけど、一つはちゃんとプロダクトの成分表を見ること。私はどのプロダクトもスキンケアも食べるものもなんだけど、ちゃんと中に何が入ってるかを確認します。特にニキビで悩んでいる子たちはアクネポークロギングチェッカーっていうウェブサイトがすごくたくさんあるんだけど、そこで自分の買おうと思っているプロダクトとか、このプロダクトって合ってるのかなって今使っているプロダクトとかのイングリディエンツをコピーしてそこにペーストして貼って、そしたらこのイングリディエンツはアクネに良くないですよとか、このプロダクトは素晴らしいですよとか出してくれるサイトがあるんだけど、私はそこでまずチェックしてから使うようにしています。自分で買うプロダクトもそうだし、ブランドさんからいただく時もまずイングリディエンツをチェックしてから、自分の肌に合いそうだな、大丈夫そうだなっていうのを使うようにしています。もちろんそのチェッカーではこのプロダクトは完璧ですって言っててもそれで荒れちゃう子もいるし、そのチェッカーではこの一つの成分があまり良くないですって言われてても使ったら良かったりもするから、本当人それぞれなんだけど、私は最低限まずそのポークロギングチェッカーをしてから使うようにして
使ってみてどうかを見るっていう感じ。2つ目がピローケースをちゃんと洗いましょう。どんなに素晴らしいスキンケアをしたとしても、寝返りしてる時に汚い枕カバーで顔を触っちゃったら多分荒れちゃいますよね。そしてもう一つが顔を触らない。ずっと前に日本のテレビで韓国の女性の街頭インタビューで、なんでそんなに肌が綺麗なんですかってみんなに聞いてたのね。そしたらみんな顔触らないって言ってたの。それを見た時にmake sense って思ったのね。だってさ、常に携帯いじってたりとかパソコン触ったりとか何かしらを触ってるその手で顔触って綺麗なわけないじゃんっていう。でもニキビができてる時って気になるじゃん。潰したくなったりとか触りたくなったりとか、綺麗になってるかなとかテクスチャーどうかなって触りたくなっちゃうと思うんだけど、触らない。頑張って触らないようにしよう。それと同時に鏡をあんまり見ない。気づいたんだけど、ニキビがひどい時とか、今もそうなんだけど、朝起きたらすぐ鏡の方に行って良くなってるかなどうかなって、ニキビできてる、潰しちゃおう、ってやっぱ鏡を見ることによって余計考えちゃう。鏡がない世界だったら気にしないと思うのね。この前コネチカって言った時に、彼の実家のお家にはあんまり鏡がないのね。私のこの家にはたくさん鏡があるのねでコネチカットにいる時、自然の中でずっと一日を過ごして自分の肌のことも見なくていい、考えなくていい、ただただストレスフリーで過ごしてる時に帰ってきた時、やっぱり肌もいい感じで、鏡がない状況で自分の肌を見ない方が考えなくていいし、それによってストレスも出ないし、ストレスがないことによって肌もちょっと鎮静してくるしっていうことになったので、鏡をあんまり見ないこと。そしてそこからまたつながるストレスフリーにできるだけ生きること。もちろんこの世界に住んでたら毎日お仕事があったりとか学校があったりとか考え事があったりとか、きっとストレスフリーなんて難しい世界なんですけど、その中でも自分が何か没頭できることだったりとか、何か少しでもハッピーな気分になること、それは人それぞれ本当に何でもよくて、自分の趣味でもいいし、買い物でもいいし、運動するでもいいし、本を読むでもいいし、私だったらヨガをするのがすごくストレスフリーになるし、あとはブレスウォークとかメディテーションとか何でもいいから、少しでもそのヘッドスペースから抜け出してハッピーな場所にいることが本当にいいことだと思ってて、ストレスがどれだけ肌につながるかっていうのは私本当自分のアトピーで感じてるのね。何かを考えすぎてたりするとちょっと痒くなってきたりとか、本当メンタルから来るものなのね。私が最近アトピーができてきちゃったのも、ずっと肌のことを考えて、またニキビが、また肌荒れが、ってずっと肌のことを考えてたら、どんどん体が痒くなってきたりとか、不安になったりとか、外行きたくないな、人に会うのにな、って考えてたら、やっぱ体が痒くなってアトピーが発生してきちゃったりとかで、アトピーが発生してそのことを考えてもっとニキビができたりとか、ストレスでどれだけ人がこんな風にコントロールされるのかって面白いぐらいわかる。だからこそ私はヨガの先生をしてて、どれだけ心を落ち着かせることが体にも影響を与えるかってことを感じてるんだけど、だからストレスフリーに生きることを頑張る。毎日はもちろん無理かもしれないけど、自分が少しでもハッピーになることとか、少しでもネガティブスペースから抜け出せる何かをしてみることがいいと思います。いただきます。I have been editing on my computer and also on my phone. I just posted my new Instagram reel of my makeup. You see how I do my makeup for work? Very demure, very mindful. You see how I look very presentable? The way I came to the interview is the way I go to the job. Job.
demure, very mindful. Isn't it so funny how trend is changing every single week, literally? Like, I didn't know the meaning of demure last week, and now every single people is using the words. How what we are doing, what we are thinking is literally just influenced by TikTok is kind of scary, and it just makes me wonder. Anyway, I want to make oyakodon tonight, and I don't have any veggies, so we are going to grocery shopping together. Just onions, red pepper, steak for tomorrow. Yeah, let's go.作っていきましょう。親子丼の完成。いただきます。I'm so good at making 親子丼。It's so good.夜のスキンケアをしていきます。このトーナーは朝と同じお風呂の中でやったスキンケア、夜はダブル洗顔をしていて、最初のクレンザーがこのクラバビューティーのメイクアップリワインドっていうジェリーオイルクレンザーで、この次がこっちのソフィア・パビッツフェイスのジェンタルクレンザーを使ってます。で、ラネージュのスプレーの後は朝にも使ったこのオイルララ。そういえばそういうのを忘れてたんだけど、私はフィルターシャワーヘッドを使っています。あとシンク、顔を洗うシンクの水もフィルターをつけてます。なんかニューヨークの水はアメリカで綺麗って言われてるらしいんだけど、私はそうも思わないビルディングが古いところが多いから、そのパイプが古いと良くないっていうので、エグゼマ、アトピーとかにも良くないし、あとは肌荒れとかにもつながるしっていうので、私は変えてからは本当肌も落ち着いたなっていう感じもあるし、むしろないとちょっと怖いくらいで、次のセラムがクラバビューティーのグレートバリアリリーフっていうこれですを使ってます。これはもっとこってりしたセラムなので、これは夜に使うようにしています。エグゼマにもいいって確か書いてありました。なので首にもちょっと塗る。そしたら朝も使ったアイクリーム、最後が朝にも使ったモイスチャライザーをつけて終わりです。今つけるとこってりに見えるんだけど、朝起きると本当に乾いて乾燥してんの。だからもうさ、保湿って大事だなって思う。で、まつげ眉毛セラムもつけてて、まつげをつけて